破するところが一番難しい。いつ死んだかわからない。今大人たちの中で密かなブームが巻き起こっている。それはアートソフビ。そのオリジナリティやクオリティの高さで世界中で大人気。この番組では天才作家たちの究極のアートの世界を深掘りしていきます。ソフビの世界のすごい人。はい、では今回第2弾ということなんですけども、トーマさんとマオさんに出演していただきました。ありがとうございます。お願いしありがとうございます。お願いしまます。第2弾はですね、マオさんにスポットを当ててお話を聞いていきたいなと思いますので、マオさんよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するマオさんは有名なデザイナーである父を持ち、幼少の頃から数多くのアートに触れ感性が研ぎ澄まされまくりのまさにアートソフビのサラブレッド。そんな話題の新人クリエイターマオさんについて深掘りしていきます。ソフビを作ろうと思ったきっかけというところで教えていただきたいなと思うんですけども、やはりお父さんの影響もあるんですかね。 100%。100%。お父さんだと思います。はいでもちっちゃい頃から、はい、そのデザフェスとかヒあーューメニーさんとかに連れてっていただいて、はい、いろんなその作家さんとかソフビを見て、やっぱ多分他の同世代の人よりもソフビとのつながりみたいなのはやっぱ大きいかなと思います。アメリカに過去に2回ぐらい高校生の時に英語の通訳みたいな感じで父に連れ添って行って、海外のアーティストさんと知り合ったり、その人の作品に触れたりして、やっぱソフビ作りたいなってちょっとそこで思ったかな。あ、トーマさんどうですか、お父様の影響。初めて聞いてるのでこれ。そうですか。もう全然そんな家ではそんな話しない。ベンザゴーストキャットのキャラクターの設定ですとか込められたこだわりなどあればぜひぜひ教えていただきたいなと思います。キャラクターの設定なんですけど、1990年代ぐらいのゲームに出てくるサブキャラクターっていう設定で作ってて、あの時代のローポリゴンのデザインにして、で彼はもうお化けなので死んじゃってるんですけど、その主人公と敵の戦いに巻き込まれて誰も知らないところで死んじゃって、彼も知らないままゲーム内をさまよってるっていう設定で作ってて、なるほど、結構がっつりとした設定が、でアイテムを主人公に渡すキャラクターで、だからアイテムの色によって色が変わってくるみたいな感じで作ってます。この絵も全てご自分で描かれてるんですね。1990年代のレトロなビデオゲームを意識したデザイン、ローポリゴンやドット絵を意識したイラスト、デザイン、世界観はどこか懐かしく若い年代の方には新鮮なキャラクター。日本のみならず海外でも今大注目されている。ここがすごい。もう全部初めてのことで、ソフビとしてこの形は形状は抜けないよから始まったりとかして、2D から 3D に起こすの、そこも難しかったですけど、やっぱ一番難しかったのはデザイン案を提出して何十個もして却下されてそれがちょっと結構デザインむずいなって思いました。お父さんを突破するところが一番難しい。ベンの前に1個猫の形のもうただ猫のローポリで造形したやつがあったんですけど、それがお父さんがちょっと結構私のやつに結構手加えて作ってくれて、それはでもお父さんの作品になっちゃうからって言ってベンをもう一回塗って、このデイビッド・ザ・ラビットっていう子も、でそのデイビッドは私がモデリング手伝ったりしたんですけど、アメリカの D コンの時に売ってて、お客さんが「これどうせパパが手伝ったんでしょ」みたいなこと言われたらしいんですよ。で俺は英語が分かんないので、全然何言ってんだろうみたいな感じだったんですけど、でもそれだとすごい悔しかったらしい。なるほど。なのでソフビベンを作る時にすごいなんか俺のアイデアを全
全否定する時期がいやそれは実はそういうことがあったので自分の力でやってみたい、ああ、なるほどですね。負けず嫌いですか。うん、らしいですそこが成長の糧になるわけですもんね。弁に関しては形状については自分で全部やってるので、イベントでの経験をバネにトウマさんには一切頼らず、真央さん自身で全てアイディアモデリングを行い、決して安くはないソフビ制作資金を自分で用意し、初めて完成させたのがベンザ・ゴーストキャット。まさにただでは死なない、どんな時でも立ち上がる、そんな強い意志が感じられるソフビだった。ここがすごい。ベンは、はい、ベンはこれからカラーバリエーションも結構増やしていく予定がありまして、はい、もう実は、新キャラの原型を持ってきました。新キャラですね。すごいっすね。次の子は、はい、ゾンビの犬の子なんですけど、このソフビのここを抜いて骸骨の上からかぶれるように造形してて、なるほど、骸骨上からかぶせれるんですね。そうでクリアとかにしてここも金型分けて作って、こっちの色は別にして、例えば白でソフビで作って、これをクリアで抜いてここにかぶせたら可愛いかなと思って。真央さんが一貫されているいつ死んだかわからないっていう設定はこのゾンビにも入ってる。死んでます。いつ死んだかわからない。わかんない。最初に作ったデイビッドを前回のデザフェスで女性の方が結構可愛い可愛いって言ってくれて、ベンよりもデイビッドの方を好きな方が多かったので、この子をソフビ化できたらいいなってちょっと思ってるんですけど、ちょっとソフビ向きな形状ではないんですよね。またちょっと練り直さないと向けないよとかいう話。毎年10月に台湾で、TTF っていうイベントを、私がもう第1回目ぐらいからずっと参加してて、で11月アメリカのデザイナーコンっていうのも、もう初期からずっと参加してるので、そこに向けて動いているんですけど、私は結構アメリカ市場に向けたデザインがしたいなってちょっと思ってたんですけど、最初はベンはアメリカ向きに作ってて、なんか日本とか台湾向きだとやっぱもうちょっと可愛いフォルムとかが結構好まれるのかなって自分の中では思ってたんですけど、なので英語をこう学ばれてるっていう感じですか？もともと英語が学ぶのが好きというか結構得意だったので、そこから海外好きになって、でソフビがついてきた感じ。なるほど。おいくつでしたっけ？今21です。21ですよ。私は20歳の時に何されてたんですか？いや、わかんない、もう覚えてないよね。M 字バンクしてた。真央さんは将来海外のアニメーションに携わる仕事をするのが夢だという。アートソフビの経験を生かして大きく羽ばたいていく真央さんの今後にも大注目。ここがすごい。いつも聞かせていただいてるんですけど、真央さんにとってソフビとはっていうところで教えていただきたいなと思います。はい。そうですね。なんかちっちゃい頃からやっぱりソフビに触れてきたの時間は結構長いんですけど、やっぱりちっちゃいながらになんかこうおもちゃとしてじゃなくて、こうアート作品としてなお認知がすごくて、なんかその後からこう日本の文化で、しかもこうウルトラマンとかの怪獣のソフビが最初の方は出てたみたいな、そういうのも知識もこれの後に自分に入ってきて、芸術というかをこう表現できるアートの一つだったなと思います。なるほど、めちゃくちゃいい答えを。大丈夫。俺が答えようとしてた。言われたからすごい。そうだ、また別で。なるほど。今回ですね、トイズキング限定で真央さんのベンザゴーストキャットを作っていただきましたので、
そちらもご紹介させていただきたいと思うんですけども、今回こだわった部分教えていただければなと思います。目の色もオレンジ系統で揃えて、こうオレンジの暗い茶色いオレンジ味のある色を使って作りました。 TBS カラーという TBS カラーということですね、 TBS カラーで作っていただきました、ありがとうございます。トイズキング限定のコラボ商品となりまして TBS ジャパンから限定発売をさせていただきたいと思います。詳細は TBS の Twitter ですとか案内させていただきたいと思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。そしてですね、先ほどご紹介させていただいた新キャラですね、はい、ジャック・ザ・ドッグ、ゾンビドッグ、ジャック・ザ・ゾンビドッグですね。こちらもトイズキング限定からコラボ品を作っていただく予定ですので、はい、そちらもぜひ楽しみに。イエーイ。今回トマさん、マオさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今後もですね、こういった形で装備作家さんの独特の世界観ですとか、個性あふれる作品をですね、どんどん紹介していきたいと思いますので、次回の TBS TV もぜひよろしくお願いします。ソフビ買うなら TBS。ありがとうございます。ありがとうございます。デザフェスとかいろいろこうイベントに行くと、やっぱりこういろんな作家さんがクリエイターの父に接してるのを見て、なんかいろいろソフビの相談だったりこうキャラクターの相談だったりしてるのを見て、あ、この人クリエイターなんだったなみたいなのはすごい感じますね。やっぱすごい人なんだな。いろんなもう知り合いの方しかいないですね。アメリカでもそうですけど、ソフビの関係の仕事は全部、はい、父が仕事をもらってきてくれて、それをやったり、一緒にやられて、はい、かっこいいと思いますまあ全ての父親はみんなかっこいいんですけど、やっぱりうちの父親もずば抜けてかっこいいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。